よし食ったよし食った。強い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 。ここで切られんねんいつも。耐えろ。はい、あ、ごめんなさい。あ、帽子が。よいしょ。はい。はい、お願いします。これ重いですよ。気をつけてくださいね。ありがとうございます。ちょっとこれ船押してくれ。 OK です。もうちょっとな。よよいしょ。はい、押しますよ。いしょ。結構船って軽い力で進むんやな。行きますよ。はい、ありがとうございました。頑張ります。はい、さあ生活を始めますか。楽しみやな。皆さんこんにちは。釣り車中泊旅中の漬物です。今日はですね、加計呂麻島の一星さんと一緒に無人島にね来てます。でこれから、魚釣ったりキャンプしたりしながら2泊3日過ごす予定なんですけれど、もしかしたら風の状況とかそういうのを見ながら早めに撤退っていうのもありえるんですけど、とりあえず2泊3日でやろうかなと思ってます。じゃあね、これからテントの設営とか釣り場とかをね、見るために散策をしていきます。砂浜にね上陸したんですけど、見ての通りね全体的に浅いんですよね。今ね満潮付近でこれなんですよ。だからねちょっと釣りするところが意外とないかもしれないっていう問題が今ね出てる感じですね。ほら全体的にねこんな感じで浅いんですよ。その手前なんか膝下ぐらいしか水深ないし、多分ね 60m、70m ジグとかをキャストしても多分 2m もないんじゃないかなっていう感じなんですよね。なのでどうだろう、夜打ち込みとかやったら釣れるんだろうかどうなんだろうかっていう感じですね。お、一星さん、アダンの実がいっぱいありますよ。アダンの実ありますね。最悪植えたらこれ食べますか。最悪植えたかなり浅いですけど、でもこの浅瀬にも結構魚いるかもしれないですね。そうですね。ここ潮通しはいいですよね。向こうの島と海峡になってるんで。潮通しは抜群ですよ。ですよね。潮通しいいからこうそんなに水温上がらないんじゃないですか。フレッシュな水が常に流れ込んでくるから。夏場はねこういう浅いところはあれなんですよ、この日光ですぐこう干上がってしまうというか、こうぬるくなってしまうんですよね。だからあんまりね魚が入ってこないっていうのがねこの辺の特徴ですね。岩場がね1箇所だけあるんですよ。この向こう側がどうなってるかですね。よいしょ。こんな感じか。やっぱりでも浅いですね。この辺はでも魚いそうですけどね。そうではありますけど、この先はねちょっと行けないですね。断崖絶壁ですね。行ったとしても微妙っすね。そうですね。行ってもそんなに変わらないですもんね、景色が。あんま状況変わんないですね。浅いところが続いてる。やっぱこの辺の水道のところ、朝間詰め夕間詰めにかけて大物狙うっていうのが一番いいかな。けど勝てる場所がないんですよ。そうなんですよね。そこに行きたいけどな。ここは行けないですね。泳がないと。無理ですね、ここは。あそこに立ってやれればそこそこマシかなと思ったけど。あそこでやりたいですよね。そうですね。あそこでトップとか投げたい。
そうですね、あそこだったらもしかしたら GT とか可能性はないことはないかなって感じしますけど。はい、無人島のね釣り場探索してみたんですけど、結論を言うとね、どこもあっさりですね。一斉さん的にもかなりね微妙な感じらしいです。まあでもその中でも食料をね確保しないといけないし、あと夜の打ち込み釣りをしようと思ってるんですけど、ぶっ込み釣りですね、やろうと思ってるんですけど、その餌も確保しないといけないんで、まあ何が何でもとりあえず明るいうちに魚を釣らないといけないっていう感じですね。そうですね。まあなんとかなるでしょう。はい。じゃあこれから釣りをねやろうと思います。釣れそうな場所をこう把握してからテントを張るっていう感じにしましょうか。そんな感じがいいと思いその方まが効率いいですね。す。はい。OK。一応ですね、装備品はテントとか釣り道具で、あとまあクーラーボックスも持ってきていて、で一応ね水はもう大量に持ってきてます。夏なんで水不足で本当熱中症とかになったらいけないんで、水はもう大量に余分に持ってきてます。あとこれはねパッションフルーツです。こんな感じの装備でやっていきます。じゃあたくあんさん、自分ちょっと向こうの方ちょっと攻めてくるんで。了解です。はい。ちょっと行ってきじゃあます僕向こうではい。検討に乗ります。検討に乗ります。行きましょう。行きましょう。さあ釣り開始です。一星さんとはね別れて島の逆方向にこう歩いて釣りをしようということになりました。でも目標は今日の夜の食料の確保と、あと夜ぶっ込み釣りをするんでその時に使う餌の確保、これがね最低限ですね。よし頑張ります。さあまずはこの島で一番範囲の広い砂浜、ここね打ってみましょう。タックルは、いつも使ってるショアジギングロッドですね。で大物用の、GT とか狙えるタックルももう1本持ってきてます。でとりあえずルアーはスプーンで、浅いですからね。あ、なんかヒットした。ダツだ。ダツがいる。ダツはいるんであれですね、餌は確保できるかも。餌は確保できそうだな。よっしゃ、なんか来た。なんかいる。なんか手前にいるよ。ダツじゃない魚。なんだろう。さすが無人島というべきか。魚影が濃い。お、来た。なんか来たよ。ファーストヒット。雑ではない。ムルーだ。はい、釣れたのはね笛吹き鯛の子供ですね。イソ笛吹きかな、キツネ笛吹きかな。でもこの子はさすがに小さすぎる。バイバイ。とりあえずこの浅いところにも魚がいるのは分かった。そんなにね手つけてみても水温めちゃめちゃ高いって感じじゃないんですよね。やっぱそこ海峡になってるんで割とフレッシュな水が入ってくるんでしょうね、多分ですけど。この辺は岩場が増えてきてあれだな、さらに浅くなってるな。どうだろう、岩場がある方が魚はいると思うけれど浅いんだよな。あんまり沈めると根がかりするんで、そこにつける前に投げ始めましょうか。うわ、食った。なんか食ったよ。おっしゃ。よっしゃ、笛吹き系。よっしゃ、ゲットー。はい、やりました。これ多分磯笛吹きですね。サイズもまあまあなんで、これをね、餌兼我々の食料ということにしようと思います。やりました。よし、じゃあありがたくいただきます。お、釣れました。はい、とりあえず食料確保。これは胸赤口火かな。どうでしょう、磯笛吹きか的笛吹きか何かわからないですけど、磯笛吹きじゃないかな。結構でかいですね。いや、とりあえず食べるには十分かなと。
自分は南洋海外かなお釣れたんで。お、これでとりあえず安泰ですね。お、しかもでかいじゃないですか。結構でかいんですよ。50センチぐらいあるんで。めっちゃでかいじゃないですか。はい、しかもこれ餌にもいいやつやし、美味しいやつやし。いいっすね。よかったですね。とりあえず釣れまよっしたね。しゃ、とりあえず安泰。よし。暑い。ある程度探索して、で伊勢さんが行った方向の話も聞いてみて分かったことなんですけど、この無人島ね、基本的にこの砂浜の範囲が広くて、で砂浜の両端に岩場がちょこっとあって、で向こうももうちょこっとしか釣りができるところがないんですよ。で反対側も同じで、岩場になってて、そこもですねそんなに釣りするところがないっていう状況で、潮が引いたらもしかしたらもうちょっと探索範囲が広がるかなっていう感じなんですけど、基本的にはこの砂浜と両端の岩場っていう感じですね、今のところは。で今年も結構大きいんですけど、この背後というか、こっちはでも森でうっそうとしてるんで入れないですね。はい、現在時刻ね1時40分。ちょっとお腹も空いてきたんで、一星さんが釣ってきた貝割りをさばいてね食べようと思います。いや、プリップリっすね。美味しそうですね。これは多分うまいんじゃないかな。これテーブルにしますか、この木を。よっと、ちょっと斜めだけどいいですね。はい。よいしょ。いや、いいご飯ですね。いや、食いましょう。いただきます。はい。いただきます。南洋貝割りのお刺身。いや、お腹すいた。いただきます。うん。コリッコリですね。コリッコリで美味しいですわ。うん。うん。刺身が一瞬でなくなるっていうね。二人ともめっちゃお腹空いてるじゃないですか。あ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。ますね。めっちゃ美味しそう。南洋貝割りの卵、めっちゃ美味しそうですよ。ほら。ああ。うん。このバリバリは塩っすかね。いや、砂じゃないですかね。あ、砂か。ちゃんとあれなかったか。砂ですね、これ。でも普通にうまいですね。うん、美味しい。塩焼き、卵の塩焼き美味しいな。うん。でも最初たどり着いた時、浅すぎてどうかなと思ったけど、結構魚影が濃いんで期待できますね、この後。夕間詰め。意外に釣れそうっすね。朝間詰め、夕間詰め、うん、ちょっとサーフってだけで魚釣れましたもんね。うん、さあカロリーも摂取したし、もう一回釣りしようかな。そうですね。ちょっと足りないですよね、食料と餌と考えたら。もうちょっと欲しいですよね。まあそうですね。まあ、単純に釣りしかやることがないんで。そうですね。最高じゃないですか。釣りしかやることがないって。よし、やるか。よっと。暑い。日陰がないんですよ。めちゃくちゃ暑いですね。まあでもご飯も食べて体力回復したんで、これからねまた夕間積みにかけて釣りしてみようと思います。で、ね、だいぶ潮が引いて、さっきねこの辺立ってたんですけど、もうあそこまで潮が引いたんで、割とその水道というか水の通しのいい深いところを打てるようになったんで、これからねまた違ったゲーム展開ができる気がするんで、頑張ってみようと思います。ちょっと浅いところ立ち込んで行ってみようと思います。やっぱあれですね、この浅いところは水がぬるいですね。あんまり見た感じ魚も見えないですね。ちょっと深くなるところまで行ってみましょう。だいぶね進んできましたけど、まだね水深膝下ぐらいですね。水温もね依然ぬるいです。この後やっぱ魚は入ってこないだろうな。あ、この辺からちょっと水深が深くなってきた。膝上ぐらいまで来ましたね。
よし、ここはねもう深いところまで届いてますね。さっきまでは遠すぎて打てなかったところです。潮が引いたおかげで打てるようになりましたよ。よし、ちょっとねヘビーシンキングペンシルを使ってみます。北井さんとね一緒に作った虹のアトリエルアーです。よいしょ。基本的にはめちゃくちゃいい動きしてくれるんですけど、ちょっとね動きがね不安定なんですよね。動いたり動かない時があったりして、あと強度的な問題もあって、今ねちょっと止まってる感じですね、開発が。でも釣れる力はね持ってるルアーなんですよ。ポールもね結構いいアクションするんですよ。ひらひらひらって。てか今なんか当たったな。ほら当たったじゃん今。ポールでもう食ってんじゃん。こうひら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 ってフォールするんですよ、このルアー。なんか当たってますね、コツ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 。お、来た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 。あ、来た。しかも結構でかい。よっしゃ。でかい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 。おっしゃ、絶対取りたい。あ、やばいやばいやばい。絶対取りたい。よっしゃ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 。あ、マジすられてる。すられてるすられてる。あ、切られた。くっそー。いやー、しまった。虹のアトリエルはなくしてしまった。北井さん申し訳ない。くっそー。いやー、魚にも申し訳ないし、くそ。北井さんにまた改良版作ってもらわないとな。よし、次は普通のシンキングペンシルでやってみます。これもねひらひらひらって落ちるんで、さっきと同じようにねできるんじゃないかと思うんですよ。ああ、でもこれはな、こんな深いところを攻めるルアーではない気がするからな。いけるかな。ちょっとリーダーも長めにして対策してきました。あ、でも着底は判断できるな。いけるいける。よし、食った。よっしゃ、食ったよ。よっしゃ、食った。一気に行こう、一気に。あ、でもこれはそんなに大きい魚ではない。なんだろう。あ、ミーバイだ。これはでも大きいミーバイだな。どうするか、食べるか迷うとこだが、いいや。もっと大きいのを狙おう。この子を持って帰ってしまってはね、時間ロスになりますからね。バイバイ。これでも釣りになる、釣りになる。深いとこも攻めれるぞ。おっしゃ、来た。おっしゃ、来た。おっしゃ。よし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 。よっしゃ。よっしゃ。なんや。なんや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 。カワハギ。カワハギ釣れるんだ。これなんだっけ、クマドリじゃなかったかな。これ多分クマドリっていうカワハギですね。カワハギ釣れんのか。カワハギ食べようかな。いやー、やっぱでももっと大物でしょう、狙うなら。カワハギちゃんはリリースします。ぐぬぬ。こうなれば最終兵器ワームを使いますか。 R32 と静かヘッド、この最強組み合わせでいきますか。おそらく根魚だと思うんですよね。だったらワームが一番いいかな。最終兵器、これでダメならもう諦めよう。さあ行ってこい。おう、
結構飛距離出るな。硬いルアーには食わなくても柔らかいルアーに食う魚はいるはず。着底させて、でちょんちょんちょんでまた沈める。この沈んでる時に大体当たりくるんですよね。お、来た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 よ。よっしゃ、絶対取る絶対取る絶対取る。よし、絶対取るぞ。よっしゃ、もう絶対取るぞ。ほら、よっしゃ、上がった上がったけど、これはなんだ。あ、これなんだろう、なんだったかなこれ。はい、またまたね、釣ったことない魚釣れました。この魚、青の目旗っていうね旗ですね。すごい、なんか紫と青の斑点と黄色の模様で赤も入ってる。すごいですね、これ綺麗な旗ですね。この魚そこそこ美味しいらしいんで食べてみようかな。よし、2泊3日の予定なんで、いつでも食料がね手に入るかどうかわかんないんで、この子はいただきます。さあ、でももうちょっと大きいの釣りたいんだよな。さっきのやつは全然パワーが違った、バラしたやつとは。言うまずね、来ないかな。ほっ、よっしゃ、来た。フォールで来た。しかもでかい。あ、でかい。よし。さっきの青の目旗より大きいぞ。絶対バラせへん。絶対切られへん、今度は。おっしゃ。あ、まずい。あ、強い。あ、強い。あかん。強い。ここで切られんねん、いつも。耐えろ。なんか手前で浅くなってくると本気出すんだよな。それまで全然やのに。何これ、めっちゃでっかいやん。サメがおる。待って、サメついてきてる。危ねえ、でっかいサメついてきてた。でっかタマンやった。危ねえ、なんでこんな引くんかと思ったらわかった。めっちゃでっかいサメついてきてた。これもかじられてる。やった、取れた。おっしゃー、でかい。でっかいタマンですね。浜笛吹き。いやー、切られたのこいつだったかもしれないですね。手前のですね、その駆け上がりっていうか浅くなってるところにね近づくと、こう急に突っ込んでいくんですよね。いやー、すごい引きでした。さすが磯のダンプカーとか言われてるだけありますね。やりました。おお、こうしてみるとでっかいな。60センチぐらいあるかな。これです、これ。ほら、サメにね多分1回噛まれてるんですよ。結構ね大きかったですよ。1.5 メーター2メーターぐらいあったかな。すっごいでっかいサメがこの魚の後ろ追っかけてきてて、ちょっと怖かったですね。いやでも取れてよかった。よし、やりました。タマンです。めっちゃでかくないですか。60ちょっとかな、60ぐらいかな。やば
やばかったです。これはでかいっすね。やったー。打ち込みでこういうの釣れたらいいなと思ってたけど、いや、そうっすね。まさかのルアーで釣れましたね。やばー。やったー。よっしゃー。あ、また貝割り入ってる。また貝割り釣ってるし。いや、これ食料安泰すぎでしょ。食料マジでちょっと頑張って食べないといけないレベルですね。明日の分までありますよ。そうですね。もう相当な魚じゃないとキープしなくていいですね。ああ、食料が安泰や。もうさすが無人島パワーですね。よし、じゃあもう早速タマンさばきます。さばいてね、その保存食にしておかないとクーラーの氷がね、多分今日一杯ぐらいしか持たないんで、まあ、今日食べる分と保存食を作る感じでやっていきます。めっちゃでかい。めっちゃでかい。いや、嬉しいな。でもタマン初めて釣ったんですよ。これはでかいっすね。見て、ほら、今気づいたんですけど、このヒレがね、すごい綺麗な青色なんですよ。いや、綺麗な魚やな。なんかね、ちょっと前に相棒と会って過ごしてからね、関西弁が抜けなくなってしまって、なんかずっと変な関西弁で喋ってる感じになってしまってるんですよね。聞きづらかったらね、本当に申し訳ない。ブラシがないんで、サンゴでね、血の残りを取ります。まだね、そんなに固まってないんで、取りやすいですね。さあ、じゃあサクッと3枚に下ろしますか。よし、身はねこんな感じ、まあ綺麗な白身っていう感じですね。笛吹き系はね、みんなこんな感じの綺麗な白身ですね。お刺身はとりあえずこんなもんでいいかな。よし、おお、ほら見て、鮮やかな赤色、綺麗な身ですね。この血合い骨が入ってるところは餌にしましょう。そしたら皮付きの身は適当な大きさに切って保存食にしたり餌にしたりしましょう。そしたら 10% の食塩水を作ります。今回ね、水がちょっと貴重なんで少なめの水でやろうと思います。で、ここにさばいた魚の身をつけておきます。で、30分ぐらいねつけます。よし、こんな感じで30分で、残りの身と、まあ、これはお刺身で、残りの身は餌用と、あとは、今日の晩ご飯ですかね。今回はね、荷物減らすために調味料を最低限しか持ってこなかったですからね。だからお刺身と、あとはあれかな、焼くのは塩コショウで焼くかな。じゃあタマンの皮付きの身には塩コショウを振って置いときます。20分ぐらいかな。実はね、奄美に来る前にちょうどテント買ったとこだったんですよ。初お披露目ですね。このテントね、1万円ぐらいだったんですけど、すげえ便利なんですよ。見ててくださいね。こうやって丸い状態にね梱包されてて、これをねこうやってやるだけなんですよ。ほら、もう立ちましたよ。ほら、こんな感じでもう立っちゃいましたよ。楽でいいですね。これで寝床の完成。ほい、中はですね、ちょっと足汚いんで入らないですけど、こんな感じです。結構ほら広くていい感じでしょ。一応ね簡易的なんですけど、ペグもね入ってました。まあ一応砂浜って効くのか分かんないけど、こっちかな、打っときますか。よし、じゃあ青の目旗と磯笛吹きもさばいていきますか。これせっかくタマン釣れたんであれですね、お刺身3種盛りにしましょう。
青の目ハタは半分だけさばいて、あとは骨付きのままぶつ切りにしましょう。で磯笛吹き。あ、鳴ってる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 。お、なんか伊勢さん当たったみたいですね。何が釣れたんですか？バラフエダイです。お、バラフエダイでかっ。すごっ。これがバラフエダイですか？生で初めて見ました。めっちゃでかいじゃないですか。すげえ、なんかマングローブジャックみたい。結構なんか美味しそうだけどシガテラなんですよね、これ結構な確率で。島の人も言ってたもんな、これだけはやめとけって。リリースしますか？リリースしましょう。バイ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 。じゃあ青の目ハタと磯笛吹きもちょこっとだけお刺身にしましょう。これがタマンで、これが青の目ハタ、これが磯笛吹き。はい、30分ぐらい経ったらこんな感じ。これであとは水を捨てて、水気を取ってで干すっていう感じですね。一応ですね、キッチンペーパーだけは持ってきたんですよ。なんだかんだやっぱ料理するときにいりますからね。そしてここにさっきのタマンの実を干していきます。保存食ってなんかいいですよね。なんだろう、いつでも食にありつけるっていうのかな。まあとにかく食は生きる上で大事なことです。じゃあメスティンに水を入れて、で塩をちょろっと入れます。じゃあ沸いてきたらここに骨付き青の目ハタと磯笛吹きの実を入れるだけです。味付けは塩のみ。まあ牛尾汁ですね。よし、食べますか。食べましょう。お、結構豪華じゃないですか。なんだかんだ言ってね、調味料全然ないけど、はい結構豪華に見えますよ。じゃあ刺身とスープ作ったんですよ。スープ。はい。おお、ありがたい。カチャ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 い。まあ牛尾汁といえば聞こえはいいですけど、塩で煮ただけです。青の目ハタと磯笛吹きと。おお、いただきましょう。これ伊勢さんので。ありがとうございます。はい。いただきます。いただきます。じゃあまずでも刺身からいきます。どうします？そうですね、自分刺身から。これタマンです。タマン。でこれ磯笛吹きです。磯笛吹き。でこれが青の目ハタです。なるほど。三種盛りです。なるほど。じゃあちょっと食べ比べよう。じゃあ僕も念願のタマンから。タマンが一番美味しそうですよね。タマンうまっ。タマン結構油乗ってません？醤油に結構油浮いてますよ。これ南洋海割よりうまいっすわ。本当ですか？うん、いただきます。あ、うん。タマン美味しい。タマンうまいっすよね。うん。これ何でしたっこれは、磯笛吹きでけ？す。磯笛吹どれが美味しいか食べ比べしましょうよ。き。はい。続いては磯笛吹き。ん？当たった。乗らないですね。すいません。乗らないですね、なかなか。でもすごいですね。僕やってないけどまだめっちゃ当たりあるじゃないですか。当たりはアホみたいにあります。すごいな。あ、でも磯笛吹ききも美味しいですね。タマンと遜色ない味。遜色なかった。うん。うん。南洋海割がやっぱ一番あれだったかもしれないですね。南洋海割でも美味しい魚のはずなんですけどね。そうですね。これは青の目ハタ。青の目ハタ。これはうまいでしょ。続いて青の目ハタ。あうん。どれも美味しいですね。うん、美味しいな。タマン一番最初に食ったからタマンがうまいって言ったけど、うん。全部うまいわ。全部だいぶ美味しいですね、これ。
あ、でも僕タマンが好きかな。プリプリした食感と噛んでると甘みはタマンの方が強い気がする。結論全部うまい。全部うまい。ちょっと比べらんないな。拮抗してますね。うん、そうですね。青の目肌はなんかもちもちした食感ですね。この2種は笛吹き系はなんかプリッとした感じですよね。そうですね、しかもなんか腹が温まる。じゃあスープいただきます。うん、あ、いけますね。結構出汁出てて美味しいですね。でもあれかな、若干魚臭いかな。いや、思ったより臭くないですよ。うん、いや全然美味しいですね。これ牛尾汁大成功じゃないですか。これ塩だけですか？塩だけです。本当に塩だけです。普通にうまい。普通はなんかお酒とか入れたりするんでしょうけどね。本当に塩だけですよ。あー、これめっちゃ美味しい。これでも味噌入れたいですね。あ、味噌いいですね。味噌入れたらめっちゃ美味しいやろな。今日は味噌持ってこなかったんですよね。これは精がつきそうですね。うん、青の目ハタは食感とか皮とかはプリプリしてて美味しいけど、あんまり旨味がないんであれですね。煮付けとかにした方がいいかもしれないですね。伊勢さんが釣った南洋貝割り焼き、味付けは塩コショウでいただきます。ああ、うん。だからやっぱりなんかローニン味とか銀紙味とかと同じような味しますね。なんかアジの塩焼きほどジューシーではないけれど、結構淡白ですね。うん、淡白ですね、意外と。うん、でも美味しいですよ。タマン、タマンのこれも塩コショウ焼きです。じゃあ僕から先にタマンの塩コショウ焼きで。でもオリーブオイルですからね。オリーブオイルですからね。いや、こっちもオリーブオイル。いただきます。いただきます。タマンはどうかな。あ、うまっ。うん。やっぱね、皮をね時間かけてパリパリに焼いてるんで美味しいですね。皮がうまいですね。うん。でね、塩コショウにつけて20分ぐらい置いてるんですよ。で水気を取って結構下処理をしてるんで美味しいはずです。これはうまいな。うん。だいぶ美味しいですね、これ。普通にいけますね。なんかタマンうまいね。うん、全然癖ないじゃないですか、タマン。このタマン当たりですね。おかしいな。そうですね、当たりですね、これは。いや、石井さんあれですよ。はい。魚は下処理ですよ。下処理ですね。下処理と、下処理ですよ。下処理何やりました？いや、塩コショウまぶしてはい20分置いて水気を取っただけです。なるほど。はい。伊勢さんが炊いてくれた白ご飯。いや、ご飯ありがたいな。うん。バッチリじゃないですか、炊き加減。バッチリ。全然芯も残ってないし、はい。美味しい。伊勢さん家でご飯炊く時も炊飯器じゃないですもんね。そうなんですよ。プロなんで。慣れてますよね。そうなんですよ。よし。なんか魚食べまくってカロリー摂取したんで、僕も打ち込み釣りやろうかな。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あー、マジでお腹いっぱいです。お腹いっぱいですね。さあ、釣りしよう、釣り。はい。よいしょ。打ち込みしよう。先にぶっ込み釣りをやってる一星さんがですね、結構ハリスを刃か何かで切られているんで、ぶっといのでいってみます。180ポンドでこれをねハリスにしてみます。もしかしたらねサメがいるのかもしれないですけどね。昼間サメいたし、一星さんもサメ見たらしいんで、結構この海域はサメが多いのかもしれないです。で、針はこのガーラスペシャルってやつの22号を使っています。ちょっと大きめで。さあ、釣ったタマンとかイソフエフキの実を持ってぶっ込み釣りやりますか。よし、じゃあ竿受けをセットして、これ砂浜用じゃないんでちょっと動いちゃうんですけどね、足元を埋めてなんか石かなんかで固定しましょうか。よいしょ。こんなんでいけるかな。
よっとよっと。どうだろうこれで。心もとないか。まあとりあえずこれでやってみるか。タックルはね、GT に使ってる、ルアーロッド、ルアータックルです。でこういう誘導式の天秤仕掛けを使います。これは磯笛吹きかな。磯笛吹きの実でやってみます。この皮のところに針通しとかないとすぐ外れますからね。よし、じゃあこれでぶっこんでみます。よし、いきますよ。いっておいで。よし、あんまり深くないな。浅いや。で竿奥に置いて、いけるかな。回っちゃうかな。なんとかなるか。なんとかなるな。よし、そしたらドラグを緩めておいて、ちょっと強めぐらいがいいみたいですね。強く引っ張ったら出るぐらい。よし、でちょっと糸を巻いて、あと鈴つけておきますか。鈴を竿先につけて、これで当たり待ちましょう。ちなみに真っ暗でわからないと思うんですけど、今投げ込んでるのは朝見てた浅い砂浜です。浅い砂浜のね、岬の先端みたいになってるところですね。そこはね、割と深いところが近かったんで、そこをね選んでみました。サメですか。サメか。2連続サメなんで。でっかいですね。そうか、いっぱい切られてたのはやっぱこいつらのせいだったんですね。ここサメが多いんですね。サメが多いんですわ。昼間もサメいましたもんね。昼間からいたし。でっか。竿持っててもらっていいですか。でっか。めっちゃでっかいじゃないですか。でっか。でっかい。こんなサメいるんですか。さっきもこんなサイズ釣れたんで、多分ここら辺多いですね。そうか、これ要注意ですね。いた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 。来ました来ました来ましたよ来ましたよ来ましたよ。来ましたよ来ましたよ。だいぶでかいけど、なんかいや、負けてるんだよ。重いんですけど、めっちゃ重いんですけど、いや、何これ、全然上がってけへん。なんかすごい重量物ですよ。引きはないですか。いや、引きもあります。たまに突っ込んでいきます。でもなんかサメっぽいですね。うわやばい。来た。なんやこれ。ウツボじゃないですか。ウツボか。毒ウツボってやつですかね。いやー、ウツボ僕わかんないですね。でっか。怖っ。見てくださいこれ。1.5 メーターぐらいありますよ。ほら。やばい。あれかな、毒ウツボってやつなのかな。でかすぎるでしょ。でもこの子飲んでないんでリリースできますね。ほら、針外せそう。やっと来たと思ったら、なんという化け物。いやー、針外れた。オッケー。ほら見て、やばい、でかすぎる。バイバイ。おいき、でっけえ。重たかった。
餌はまだあるけど、ちょっとフレッシュな新鮮なやつに取り替えましょう。ちょっと大きめの実をつけておきましょうか。よいしょ。ほっ、よっしゃ、乗った。よっしゃ。よっしゃ、乗ったぞ。そんなにめちゃくちゃ引きは強くないな。けど結構重量はある。おお、よし。何や、上がってきた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 。なんだ、ウツボではなさそう。なんか魚や。よし、よっしゃー。タマンっすね、これは。タマンですか。あ、違うわ。胸赤口火か。胸赤口火でっかー。すげえ。でっか。ほら。これね、多分胸赤口火っていう魚ですね。70センチぐらいあるんじゃないですかね。ちょっとメジャーが足りないですけど。でっか。見てこれ。あー、はい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 。ごめんよごめんよ。見てこの口。やばい。なんか顔が大きいんですね。うわ、すごい魚や。はい、こんな感じです。でっかい。めちゃくちゃ重いですね。何キロぐらいやろ。4キロはあるかなって感じですね。やりました。でもね、この子は、針も外してたしね、元気なんでリリースします。多分食べきれないですね。よいしょ。元気やからいけるやろ。泳ぎ出せ、泳ぎ出せ。あ、いけるいける。よし、いけるかな。いた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 。オッケー。いやー、でかかったなー。やっぱああいう大物を釣るとこうラインがね、そこの岩とかに擦れてザラザラするんで、結び替えて、リーダーを結び替えて仕掛けも組み直して、もう一回ねやってみようと思います。よし、打ち込みはそろそろ終了にするか。結局ね、徹夜で釣りしてしまいましたね。おはようございます。結局ね、徹夜で釣りをしてしまいました。正直ね、もう体力の限界ですね。なのでね、ちょっともう何かを食べるとかっていうよりも、もう眠気が勝ってるんで、ちょっとね、寝ます。はい。はあ、おはようございます。7時前かなぐらいに寝て、今10時過ぎなんで、3時間ぐらい寝れたかなっていう感じで、やっぱね、暑いですね。暑さで起きたところもあるんですけど、本当にね、想像してたより過酷ですね。で、当初ね、2泊3日の予定だったんですけれども、水はね、たくさん持ってきたんで残ってるんですけどね、結構ね、やっぱクーラーの氷が溶けてしまって、その水もね、冷たくなくなってきたんですよ。そういう状態でね、多分あと1日やれるかって言ったらね、多分僕やれないんですよ。本当にね、冷たい水飲まないと体温が上がっちゃって、もう本当にね、しんどくなっちゃうんで、
で聞いたら、船で連れてきてくれた方に聞いたら、今日もねちょうど釣りされてるってことだったんで、今日の3時ぐらいにねピックアップしてもらうことになりました。いやー、舐めていたわけじゃないんですけど、水はたくさん持ってきたんで、暑さがねここまできついとは思わなかったです。まあ魚もねそこそこ釣れたんで、釣りとしては満足ですからいいかなとは思うんですけど、次回また無人島ね挑戦するときは、特に夏やるときは課題が残ったかなっていう感じです。でももうちょっと時間あるんで、なんかドローン飛ばしてみたりとか、あとは魚釣りもちょっとやってみたりとかしてみようかな。そんな感じでよし。ちょっと傷んでる感じしないですか、紐の。身が分厚いたかな。ちょっとなんか腐ってる感じしますよね。これちょっと腐ってません？タマンちょっとやばいですね。でもどうだろう。ちょっと食べてみるか。食べてみよう。ちょっと食べてみよう。これ一夜干しにしたタマンなんですけど、なんかね皮のところが若干臭いような気もするけど、とりあえず焼いてみます。美味しいかもしれないし、やばいかもしれない。さあそろそろいいでしょう。ちょっとね余分にしっかり焼きました。でもね匂いは結構美味しそうですよ。どれからいこうかな。この分厚いのからいってみる。中まで火は通ってそうやな。ほら見えるかな。いただきます。傷んではないかな。結構美味しいですよ。結構うまいですか？結構美味しいですよ。でもあれですね、分厚いところより多分薄い身を食べた方がいいかも。うまみ詰まってます。結構ね旨味がこうなんていうんですかね、増幅されてるというか、本当に美味しいですよ。なんか意外なことに臭いと思ってた皮と身の間が美味しい。よくある干物のなんていうかな、風味っていうか味がします。旨味が詰まったような、濃縮されたみたいな。全然いけるじゃないですか。もう皮ごといきましたね。はい。でも若干やっぱ干物っぽくなってますね。乾燥して。でも思ったよりうまいですね。美味しいでしょ。そう。なんか匂った時ちょっと臭いかなと思ったんですけど、美味しいですよ普通に。持ってきたパッションフルーツ食べようと思います。いや、甘いものとか冷たいものがね無性に食べたくなる。はい、どうぞ。ありがとうございます。パッションフルーツいただきます。いただきます。でも冷えててうまそうだ。うまっ。うまっ。うまっ。めちゃくちゃ甘く感じる。ちょっと糖分が足りてないんでですね。あれなんですよ。魚を食べるのも美味しいんですけど、その甘いものとか冷たいものとか、夏だからってのもあるんですけど、無性にね食べたり飲んだりしたくなるんですよ。今ね一番欲してるのはコーラとかファンタとか冷たい炭酸飲料がね、甘い炭酸飲料がね無性に飲みたいです。間違いないです。無性に飲みたいです。パッションフルーツね、それに結構近いというか、その欲を満たしてくれるのに近いんで、これ最高ですね。
いや、泳いでね、服濡らしたら結構涼しくなりましたね。ちょっとね、釣りする気力湧いてきたんで、あと1時間ぐらいかな、しか釣りできないと思うけど、ラストゲームやっていきます。よし、食った。よし、食った。よし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 。よっしゃ、食ったよ。脱じゃないと思う。よし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 。なんやろ。おお、君か。はい。三つ葉持ちの王ですね。すごいこの子、鮮やかで綺麗。やりました。うわ、綺麗。いけるかな。はい、お行き。よし。はい、大丈夫です。あ